こんにちは。今回はコードの編み方を紹介します。少し幅のあるコードです。ブレスレットやバッグの持ち手、ショルダーの紐などに向いているかと思います。伸縮性はあまりありません。今回は濃い色のコットンの糸で編み方を説明します。編み目が分かりやすいコットンの糸を同じかぎ針で編むとはっきり目が分かると思います。コットンの極太の糸を7号のかぎ針で編みます。最初は鎖編み3目を編みます。ここから鎖編みを3目編みます。鎖編み3目を編んだら最初の鎖編みに針を入れて糸をかけて引き出し、糸をかけて2本の糸を引き抜いて細編みを編みました。鎖編み1目を編んでから編み地の右側を押して裏返します。次も細編みを1目編みます。この下にある1本の糸を拾ってここに細編みを1目編みます。ここで引き抜かずに細編みを1目編みます。細編みを編んだら鎖編み1目を編んでから編み地を裏返します。次はここから糸をたどって下にあるこの2本の糸に針を入れてここに細編みを編みます。細編みを1目編み、鎖編み1目を編んでから編み地を裏返します。次からは同じ編み方を繰り返します。左側にある2本の糸に針を入れて細編みを編みます。細編みを編んで次は鎖編み1目を編んで編み地を裏返します。次も同じように2本の糸を拾ってここに細編みを編みます。鎖編み1目を編んでから細編みです。鎖編み1目を入れることで幅のある平らな編み地になります。次も左側にある2本の糸に細編みを編みます。鎖編み1目を編んで編み地を裏返します。同じように左側の2本の糸を拾って細編みを編みます。このような編み地になります。平らでしっかりとした編み地になります。この2本の糸を拾って細編みを編んでいきます。鎖編み1目を入れてから細編みです。この長さまで編んできました。最後のところは2本の糸に細編みを編んだら最後は鎖編み1目を編まずに編み終わる時は鎖編みを編まずに裏返して細編みを1目編みます。こうするとコードの中心の位置に最後の糸が来ますのでこの編み方をするとブレスレットなどにする時も形が同じようになります。
このコードはいろいろなものに使えると思います。またアクリル糸を使っても感じが違います。コットンの糸もとても素敵なコードができます。お好きな糸で編んでみてください。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。